ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はこちらね。神々しくも幻想的な馬4000。ほほう。神々しくて幻想的。これはまた新鮮な題材ね。それに今回は馬特集か。馬を取り扱うのは初めてかしら？ああ、そうだな。レ夢ムは馬とかに興味はあるか？なくはないわよ。小さい頃、オグリキャップがすっごい流行ってたかなんだかで、ぬいぐるみをいっぱい持っていた記憶があるわ。競馬とかは興味ないどころか理解もしてなかったけど、ぬいぐるみは可愛いし、実物の馬はかっこいいとは思うし、嫌いじゃないわね。あと、最近はボーゲームのおかげで競馬ブームというか、久々に馬のぬいぐるみとかのグッズを見かけるようになって、改めて欲しくなったりはしたわね。なかなかにがっつり馬が好きなようだな。であれば、安心だ。今回はいつも以上に楽しめるはずだぜ。いつも楽しんで。まあ、否定はしないけど、それ以上に産地が削られてるのよね。で、神々しくて幻想的な馬？神々しいって言われると、例えば白い生き物とかを想像するけど、そんな感じの馬が出てくるってところかしら。そうだな、白い馬ももちろん含まれるが、今回紹介する子たちの特徴はそれだけじゃないぜ。綺麗な縦髪、信じられないほど綺麗な毛並み、そして筋性の取れた筋肉、すべてが神々しく、どこか幻想的な姿をしている。この世に実在することが信じられない、それこそ漫画や映画などの世界の生き物にさえ見える子たちばかりを紹介するぜ。へえ、体現するじゃないの。正直、言うても馬でしょ？って思っちゃうけど、あんたが言うと本当っぽいのがある意味たちが悪いわね。ふふ、その期待に応えられるように頑張るぜ。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。おー、すごい。何この馬。綺麗すぎる。何よ、白いどころか、黄金に輝いてるじゃないの。なんて毛並みの馬。まごうことなき、神々しくて幻想的な馬だわ。この子はアハルテケといって、トルクメニスタン原産の馬の品種だ。性格も温和で人間にも従順。縦髪や尻尾の長さは非常に個体差があって、みんな個性が出ると言われているぜ。アハルテケ。なんか名前さえ神々しい感じでいいわね。スピードと長距離の持久力で知られており、過酷な気候に適応し、現存する最古の品種の一つと考えられているぜ。通常の体高はだいたい144から163センチメートル。鮮明な金属光沢のある体毛を持ち、瓦毛や月毛、また他の毛色も認められ、影、青毛、栗毛などの子もいるぜ。その中でも一番多く発現するのは瓦毛や月毛であり、鮮明な金属光沢が乗った姿から、黄金の馬と人々から称されているんだ。黄金の馬？マジでその表現の通りの外見だわ。この光沢、他の馬というか生き物でも見たことないレベルだけど、相当特殊な毛をしているわよね。この金属光沢こそがアハルテ毛を最も明白に定義づける特徴だな。毛が非常に細く、また細かいために日の光を受けるとこのように光り輝いて見えるとのことだ。神々しいまでのきらめきは、特に明るい影や月毛、また瓦毛で見られるぜ。この色パターンは砂漠でのカモフラージュとして機能したと考えられているようだ。ほうほう、砂漠でのカモフラージュか。ということは、もともとは砂漠に生息していた馬ってこと？そうだな、原産地となるトルクメニスタンにはカラクム砂漠があり、国土の 85% を占めるほどだ。その可能性は高いだろうな。実は、この子の正確な祖先は分かってはいないぜ。そもそも、現代的な馬の品種は近年確立したものであり、その大元をたどるのは困難と言われているんだ。よって、この子の祖先については様々な説がある。この子は13、14世紀のモンゴルの侵略者の馬の子孫であるという主張。また、アラブ種が原種であるという主張。他にも馬の家畜化の歴史に倣って、東洋種の祖先から発展したという可能性もある。祖先一つで色々な説があるのね。と、そのような歴史の不明点はありつつも、この子がトルクメニスタン発祥であることは間違いない。トルクメニスタンでは細々と飼育され、その血が受け継がれていったが、この子はその美しさからいつしかロシアで人気となり、国立牧場で育成繁殖が確立されたぜ。繁殖方法が確立したとはいえ、元々の希少性が高く、現在でも世界で3000から3500頭ほどと言われていて、非常に貴重な子であることに変わりはない。世界でってことは今ではいろんな国で飼育されているのね。多くの国で飼育されていて、トルクメニスタン、ロシアや他ヨーロッパ、オーストラリア、北アメリカ、日本でも飼育されていることは確認できるぜ。日本にもいるのか。
この子の素晴らしい毛並み。写真だけじゃなくてぜひ直接見てみたいものだわ。日本でもいくらかの牧場で飼育されているし、見ることは可能なはずだ。霊夢のように気になる方はぜひ調べてみて、ちゃんとアポを取って見学してみてくれ。ということで、今回はいくらかの写真を紹介するから、それで我慢してくれ。仕方ないわね。めっちゃ多い。楽しくてついつい集めすぎちゃったぜ。初めてあんたの気持ちが理解できる気がするわ。さて、次の紹介に行くぜ。何この絵になるかっこよさ。絵画とかじゃないのよね？本当の馬なのよね？もちろん、本物の馬だぜ。もっとアップの写真もいっぱいあるぞ。おー。やっぱりかっこいい。毛並みもさっきの子に負けず劣らずで、黒いのに輝いてるじゃないの。うわぁ、これは幻想的どころか、完全に CG とか盛られた表現の作品に見えるレベルね。この子はフリージアンホースという名前であり、オランダのフリースラント州にその起源を持つ馬の品種だぜ。フリージアンホース。名前もイケてるとは、名前も毛並みもガタイもかっこいいとかすごいわね。ああ、体型は体重の軽いに馬に似ているが、体格は比較的いい。その割には優雅で軽快な馬であると言われているな。体高は平均 160cm。その体格と骨の構造からバロック馬の体型であるとされるぜ。アーチ型の長い首を持ち、頭は彫りは深く、耳はスペインタイプと呼ばれる小さな耳を持つ。傾斜した肩を持ち、力強くコンパクトで筋肉質な体型で、後四半部は傾斜しており、尻尾は低い位置にある。そして、足は比較的短いが力強いと言われているぜ。体格、体型としての特徴は異常だが、見ての通り、この子には他にも特徴がある。特徴って縦髪と尻尾よね？ああ、この子たちの多くは、素晴らしい毛並みの縦髪や尻尾を持っているぜ。それぞれ長く分厚く、よく波打っていて風になびく姿は優雅としか言いようがないぜ。縦髪と尻尾は切ったり編んだりすることはほとんどなく、自然のままにしていることがほとんどのようだ。そりゃそうよね。こんな立派な縦髪と尻尾、結んだり切ったりとか邪道よ邪道。それにしても、どの写真も躍動感あって活発に見えるわね。この子、性格とかはどうなの？荒々しいか、気難しそうなイメージだけど。性格は活発とみなされるが、穏やかで従順な一面もあるぜ。活発で高く足を上げたトロットで知られているな。ああ、このかっこいいポーズのことね。見た目通りの活発さなわけか。ところで、このフリージアンの祖先もやっぱり分かっていないものなのかしら？この子もかなり特徴的な馬だけど。同じく、明確な祖先は分かっていないぜ。ただ、この子の祖先はオランダのフリースランド州が起源の獣種で、ヨーロッパ古代の森林馬の子孫だと言われているな。中世には大陸ヨーロッパ全土で軍馬として活躍したと考えられ、中世前期から中世世紀にかけては、体格の大きさから鎧を身にまとった騎士を運んでいたと言われるぜ。中世後期以降はより重いに馬が必要となって需要が減少し、一時は絶滅の危機に瀕したこともあったようだ。ということは今じゃ絶滅危惧種的な？個体数は少ないが、血が絶えることが危惧される状況ではなさそうだな。現代では馬術用や馬車用の馬として、頭数や人気を再び増やしつつあるようだぜ。直近では、馬術の馬としても採用されるようになって、個体数はさらに増えていっているらしいぞ。とはいえ、アハルテ家同様、希少であることは変わらないぜ。このかっこよさ、ぜひそのまま増えていって、いろいろなところで見れるようになるといいわね。ちなみにこの子は日本では見られるのかしら？ああ、アハルテ家同様、日本でも飼育されているぜ。とある牧場では、なんとこの子が引いてくれる馬車に乗ることも可能とのことだ。馬車？それは見てみたい。乗ってみたい。調べればすぐに出てくる情報だと思うので、気になる方は調べてみて、牧場に連絡してみてくれ。ということで、この子についても同様、写真を見せるのでこの場は我慢してくれ。許そう。写真多すぎー。
実は今回紹介した写真の多くは、アメリカ、オザーク高原の牧場にいる、ザ・グレート・フレデリックという子なんだぜ。ほう、何それ、有名人。有名馬ってこと？ Facebook では10万人を超すファンがいる、超有名な子だぜ。10万人。パネー？けど、このかっこよさなら納得だわ。他にもいっぱい写真があるので、こちらも気になった方は公式のページを確認してみてくれ。さて、次はフリージアンホースの流れでの紹介だ。というと、どういう関係？フリージアンホースの品種改良に大きく貢献したと言われている品種でな、伝統的な馬として有名なんだぜ。おお？これまた幻想的な馬だわ。たてがみがすごい。雰囲気はさっきのフリージアンと似てるし、品種改良に貢献したってのが伝わってくる感じね。この子はアンダルシアンホースといって、スペインが原産の馬だ。イベリア半島の在来種、北ヨーロッパ原産の大型種、北アフリカ原産のバルブ種が掛け合わされて作られた馬であり、非常に歴史が深い子なんだぜ。ほうほう、こりゃまたすごそうな馬ね。どんな子なのかはこれから小説するが、その前に一つだけ留意点を話しておくぜ。実はアンダルシアンとはアンダルシア地方の馬の総称。であって正式な品種名ではないんだ。スペインでは1912年よりスペイン産純血種オプララザエスパーニアラ、それ以外の雑種のことをアンダルシアンとして区別するよう定めたが、日常的には両者は一括してアンダルシアンと呼ばれているぜ。へえ、またなんか複雑なのね。血統に関しては色々と厳格なルールがあったりと、非常に複雑なんだ。今回は主に純血種に関しての解説をするぜ。体高は約150から160センチメートルで、経路は大部分が足毛だが、影や青毛なども見られ、今では非常に多くの経路が見られるぜ。代表となる足毛の場合、その白さは純白というよりも真珠の光沢を持つややき色味がかった色をしており、それが一層この馬を上品にしている要素となっているな。真珠のような輝きは、毛の中の空洞による光の屈折によるものだと言われているぜ。アハルテ毛といい、この子も特殊な毛並みなのね。この子の背中は長めで、胸は厚く、豊かな尾の毛とウェーブのかかったたてがみが特徴だ。また、アンダルシアンは強靭な足と柔軟な関節を持っており、軽やかな歩き方や様々な動き方ができて、性格も従順なために高等演技にとても適しているぜ。それが理由で、スペインの闘牛士の伝統的な乗用馬として採用され、今では別名、スパニッシュホースとも呼ばれているぜ。また、スペインの他にもイギリスやデンマークなどで、王室用の馬の基礎として重用されているようだな。へえ、見た目も優雅で高貴な品種って感じだわ。そう、高貴な品種であり、歴史の深い品種。さらにはこの子を元に作られた品種も多く、フリージアン含む、様々な馬の品種改良に貢献してきたぜ。今では、1000年以上の歴史を持つ純血種の牧場だけでも900以上あると言われていて、いかに多くの馬が生まれて広がっていっているかが想像できるはずだ。1000年以上の歴史があって、それだけ多くの牧場で純血種が守られるって相当な話ね。血統以外にも、この子には派閥があって、さらに群馬系と寺院系に分類されるなんて話もあるぜ。群馬系は小柄で癖が強いのに対し、血統を厳格に守り続けられたと言われる寺院系は、大柄で温厚な性格をしている、らしいぜ。歴史が深いからか、血統とかは本当に複雑な感じね。で、この子は日本にはいるの？話の流れ的には希少というより、むしろ多すぎるくらいに広く飼育されていそうだけど。ああ、雑種の子も含めれば多くの牧場などで見られるはずだ。例えば、馬事公園ではアンダルシアンホースダンスといって、音楽に合わせた様々な演技を見ることができたようだぜ。ただ、馬事公園は2022年現在リニューアル工事中で、2023年の秋にリニューアルオープン予定とのこと。再開を待つか、他の牧場などを探してみてくれ。馬事公園。気になるし後で調べてみるわ。ということで、最後に写真を紹介だぜ。いろんな毛色の子がいて、これはまたいいわね。さて、次が最後だな。おーおー。ここに来て一番モッフモフだと。すごい毛の長さ毛の量。たてがみも尻尾もやばいけど、足もモッフモフじゃないの。これまた、現実にいるとは思えない馬だわ。この子はジプシーバナーホース。イギリスとアイルランドの島々に生息する国産馬であり、アイリッシュコブなどとも呼ばれる品種だ。たてがみや足、尻尾には非常にエレガントな長毛があり、毛をなびかせながら走る姿があまりにも神々しく、近年になって急速に人気となった子なんだ。
この子は1996年にようやく一つの品種として確立したんだが、そもそもの歴史は古く、1850年頃のイギリスのジプシーから始まったと言われているぜ。名前にもあるジプシーね。そもそもジプシーって何？地名？ジプシーとは、一般にはヨーロッパで生活している移動型民族を指す民族名のことだな。西暦1100年にはその存在が確認されているほど、古い歴史があると言われているぜ。ほうほう、遊牧民みたいなものか。そのジプシーでは、キャラバンを引っ張るために力と体格を備えた馬を探していたぜ。彼らは、強いだけでなく、穏やかで、優しく、そして簡単に訓練できる馬を望んでいたようだ。その目的の性質を持った馬を求めて、彼らは理想的な血統を作り上げていき、いつしか今のジプシーバナーホースの原型を生み出したとされているぜ。実際にこの子の性格は非常に温厚であり従順。乗馬初心者であっても、優しく乗せてくれるほどだ。特に子供が好きなのか、子供に対しては非常に紳士という話すらあるぜ。おお、それは興味深いわね。まるで犬とかみたいだわ。ああ、その社交的なところから犬と比較されるくらいだ。そんな話があるくらいにこの子は他の馬とは一線を画す性格の持ち主なんだぜ。このように性格は求められた通りとなり、また、他の面でもこの子たちは求められた通りに品種改良されていったぜ。一日中重いカートを引っ張ることができる筋力や持久力を持ち、少量しか食べたり飲んだりしなくてもいいような燃費の良さを獲得。こうして、この子は従順であり筋力も体力もある品種となり、ジプシーが求めていた馬として完全なものとなったんだぜ。一日中動ける体力とか燃費の良さとか、完璧な馬じゃないの。大きいと燃費悪くなりそうで、小さいと力が弱くなりそうだけど、この子のサイズ感はどうなの？体高145から155センチメートルと比較的小さな馬であり、胸が広く背中が短いが、全体的な体のバランスは非常に良いと言われているぜ。そのバランスの良さが幸いしてか、力強さは失われず、より強い馬となったようだな。ほほう、姿も縦髪とか尻尾とか優雅だし、隙がないわね。ところで、さっきの写真と毛の色が違うけど、いろんな色の毛の子がいるタイプなのかしら？ああ、他の子と同様、様々な色の体毛を持って生まれてくるぜ。一つ特徴を挙げるとすれば、この子は単色よりも二色の体毛を持ってまだら模様となることが多いようだな。特に白と黒の子なんかは牛のようだとよく言われているぜ。牛のよう？どころか完全に牛だわ。確かにこの模様はこの子の特徴みたいね。体の色が同じく白と黒でまだらなのに、縦髪の色は個体によって違うのが面白いわ。模様に沿って毛の色が完全に区切られるのか。ちゃんと体毛に沿って、縦髪も白と黒の両方が混ざっている子だっているぜ。おお、これまたイケメンな雰囲気。長髪といい片目が隠れてたりと雰囲気がすごいよな。全体的にこの長髪のおかげでイケメン感バリバリなんだが、実はこの毛が多かったり長かったりする遺伝子のおかげで、賛否両論となる部分もあったりするんだ。賛否両論？こんなにかっこいいのに？これを見てもらえればわかるんだが、この子、縦髪とかだけでなく、口ひげや鼻毛も長くなることが多いんだ。何それ、面白い。まあ、残念な見た目ではあるし、これは賛否両論になるのもわかるわ。鼻毛はまだしも、口ひげはありだと思うんだけどな。こんな感じで立派なひげを携える子もいるぜ。これはちょっと立派すぎるでしょ。いいひげしてるぜ。ということで、愛好家の間でも、ひげやらに関しては剃る派と剃らない派で意見が対立しているらしいぜ。自然に任せたい気持ちもわかるし、身なりを整えたい気持ちもわかるわね。ということで、最後にこの子のかっこいい写真を紹介して締めるぜ。どの写真の子も現実離れした姿で素晴らしいわね。以上で終わりだな。今日はいろいろな馬を見て改めて思ったわ。静止画だとかっこよさが映える気がする。静止画だとその後の動きとかが自然とイメージされるし、より躍動感が出るものだよな。だが、やはり動いているところや生で見るのはまた格別。これを機に生でこの子たちを見に行く機会をぜひ作ってみてほしいぜ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。